ある吉村屋。日本中にある家系ラーメンの総本山だ。世界中から訪れた客が作る行列。毎日1000杯ものラーメンが提供される。豚骨醤油スープ、中太麺、唯一無二のこのラーメンを生み出したのが日本中の家系今ね2500店舗あるんだな。2500店舗あるっていうのは2500人いるだろう。それに家族構成入れたら何万人になるんじゃないの。それでも今現役で朝2時から仕込みしてる経営者あんまり聞いたことないな。吉村は今でも毎日ラーメンを真夜中に一人で作っている。その調理の一部始終の撮影が初めて許された。最初と最後だからこういうの出るの。家系総本山味の秘密初公開。夜編。 Ramenomik Japan.吉村の最初の作業、ラーメンを彩るチャーシュー作り。口当たりの柔らかさと風味の秘密とは。これは切れ目はそれはどういった理由で？あ、これ切れ目はね、ほらこのままだと中が半熟になっちゃう場合がある。だからちょっとこれ切れ目入れておくとムラなくできるって。だからそれだけだよ。これなんでこれやったのかな。これも僕が編み出したやり方。吊るしで。そうキャンプ行った時燻製がうまかったんだよ。チャーシューがうまかったんだよ。ああこういうやり方もあんのかって言って。じゃあ割といいと思ったことはもう。ああやっちゃう。加熱して豚肉を燻製。余分な油を落とし風味を加える。その間に次の作業を始める。家系ラーメンの特徴の豚骨醤油スープ。醤油だれはスープの味を左右する重要な要素だ。複数の醤油をブレンドして作るタレの配合を数年前に書いた。これが大体金属。これはラーメン屋では珍しいんだけど魚醤を使ってるね。秋田に旅行行った時にきりたんぽでスープがうまいから、それじゃこれ隠し味なんですかって魚醤だっつうから、それから使ってるな。すごい行列できてるのにやっぱり味は変えていかないといけないんですよ。ああ変えてるよ。醤油だれを煮詰めてこの後ある工程を経て完成させるが、その前になんだろうよ。ご飯は1日1回しか食べないな。うん。でもこれ用意してくれてるんですか？ああ女房がね、こんなのするんじゃねえよ。唐辛子を見続けたから。
生ハム。お前このそんなにいいもんじゃないな。しっかり打たないでか。だからこれがね、若い時から一番口に合うんだよ。チャーシューを燻製すること1時間20分。チャーシューを入れるのは先ほど煮詰めた醤油だれ。これはうなぎのタレと一緒で、焼いたやつは醤油がうまくなる。チャーシューの旨味が出た醤油だれを。そういうことだ。こっちの方が醤油が生きるということでこれを進めてるね。チャーシューには魚醤と醤油の風味が加わる。醤油だれにはチャーシューのうまみが染み出る。これで味の相乗効果を高めているのだ。2時間半後、チャーシュー完成。この作業を朝まで2回繰り返す。家系ラーメンの特徴的な具材、ほうれん草。なぜほうれん草。野菜はほうれん草しかなかった。それでほらお肉でしょ、海苔でしょ、海のもの、山のもの、畑のものっていう感じでラーメンの中に入れたの。それが最初。一応一つの器でも地球をほら表現したかったのね。茹でて、ここで茹でてね、それで一晩冷凍室で冷凍、ちょっと柔らかくなってコシがあってちょうどいいんで。わざと冷凍する。そう、わざとね。トッピング用の野菜も吉村が用意する。細かく切ったらやっぱりお客様が食べやすいようにねしてやんないと。じゃあスープ作り始めます。吉村屋の代名詞、豚骨醤油スープ。果たしてどのように作られるのか。下茹でした豚骨を前日残しておいたスープに入れる。やけどはいっぱいあるよ。全部これパーンと跳ねたりする。これガラのカス、これはねやっぱり口触りが良くないから、これはなるべく取る。どうしてもガラには肉がついてるから、どうしてもこういうのが出ちゃうから。それこれもうまみだっていう人いるんだけど、まあうまみではねえな。残った肉片を丁寧にすくい取ることで吉村屋のスープはまろやかになるのだ。さらに鶏、こ
これもみじ、あ、もみじ、はい。手ね、はい。今こっち取り入れますからね、取り入れてある程度できたらこちらのスープと混ぜる。そうするとね、またね、くどいスープができないんだ。なぜ味が違う？当たり前だって。それでわかるから。そんなね、子供みたい騙したようなスープの取り方はしないから。ご心配召されるな。なんで吉野家が3本も、3本でしょ、3本もあってガラガラあんな出してるのにくどくないんだと。くどくないようにしてるんだよって。鶏を多めにするとか何か方法を考えて、僕はね、コクがあってあっさりしてるやつを狙ってるから。この鶏肉のブレンドが吉村屋のスープを絶妙な味わいにしているのだ。どうしてもね、これで鶏が軽いから浮いてきちゃうから、ここでさっきげんこつを入れる。そうすると鶏を抑えるのにこのげんこつは重いから、これが一番いいわけ。スープも出るんだよ。10時半までだんだんとね、出来上がってくるから。重層的にさまざまな材料を入れて熟成させる。ちょうど店がオープンする午前11時ごろ、吉村屋の絶妙なスープが完成するのだ。午前7時、吉村の今日の仕事は終わった。いつの時代でも味変はさせないとダメみたいだよ。わからないようにやるのがいいんじゃないかな。ラーメンはもっと進化できるような気がするな。俺んちのラーメンは。朝の開店前後の吉村屋にも密着。